夏野菜の焼き浸しを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は夏野菜の焼き浸しを作っていきたいと思います。はい、ということで今回は今が旬の夏野菜をたっぷり使ったさっぱりおかずを作っていきます。今回焼き浸しということで少量の油で簡単に作ることができます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに漬けだれの材料からご紹介します。材料はこちらです。お水、お醤油、みりん、お砂糖、だしの素。今回はこちらの材料で漬け汁を作っていきます。お好みでね、ここにちょっとね、酸味が欲しい時はお酢またはレモン汁を加えていただいても OK です。あるいはめんつゆを使って簡単に作っていただいてもいいかなと思います。そして今回使う夏野菜はこちらです。ナス、かぼちゃ、オクラ、ズッキーニ、パプリカ2種類、トッピングに大葉を乗せたいと思います。そして下処理をするときに塩、焼くときにサラダ油を使っていきます。今回はこちらのお野菜を使っていきますが、このお野菜はお好みの野菜を使って作ってみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では作っていきます。まず一番初めに漬けだれを作っていきます。お鍋にお水、そしてお醤油、みりん、だしの素、そしてお砂糖を加えます。これを火にかけます。火加減は中火で一度こちらを沸騰させます。時折このように混ぜながらね、加熱していきます。はい、沸騰しました。沸騰したら火を止めます。漬け汁はこれで OK です。こちらを使うまで一度このまま置いておきます。それではね、ナスから切っていきます。まずナスはね、ヘタの部分を切り落とします。そしたらここの部分を手でね、取ります。そしてまだちょっと周りが硬いので、ここの部分を包丁で切り落としてください。はい、 OK です。そしたらこちらのナスをね、まず半分に切ります。こちらも半分に切ります。そしてこれをさらに半分に切ってください。はい、 OK です。このように8等分に切ったら、さらにこちらを食べやすいように半分に切ります。そしたらですね、切ったナスをボウルに入れて、そして塩をね、小さじ1/2ほど入れます。そして全体にね、塩をすり込んでいきます。そうすることでナスから水分が出てアクを取り除くことができます。さらに水分が出ることによって味も染みやすくなります。このね、断面のところにね、すり込んでいきましょう。はい、 OK です。そうしましたらこちらはこのまま10分ほど置いておきます。はい、10分経ちました。そうするとね、ナスから水分が出てるので、こちらの水分を拭き取ります。しっかりとね、拭き取ってください。はい、キッチンペーパーで拭き取ります。はい、ナスの準備はこれで OK です。続いてズッキーニです。ズッキーニはまずこちらのね、硬いヘタの部分を切り落とします。そして食べやすい大きさ、こちらもだいたい半分ぐらいに切ります。そしてさらにこれを半分に切ります。切り方はね、お好みでやっていただいて OK です。そしてこちらを半分に切ります。また半分に切ります。はい、こんな感じで食べやすい大きさに切ってください。こちらもね、切っていきます。上の部分も半分に切って、上の部分はね、少し細くなってるので6等分にしていきます。こちらはね、大体で OK です。はい、このようにズッキーニを切ってください。そしたらこのズッキーニにも塩を小さじ1/2ほど入れます。そしてこちらも同様に塩をね、すり込んでいきます。水分が出てくるので、そうすることで味が染みやすくなります。はい、 OK です。それではこちらのズッキーニも10分ほど置いておきます。はい、10分経ちました。そしたらこちらのズッキーニもね、かなり水分が出てるので、こちらをしっかり拭き取ります。はい、水分を拭き取りました。ズッキーニの準備はこれで OK です。続いてオクラです。オクラはですね、まずこの先端のヘタの部分を切り落とします。この硬い部分ですね。あとはね、ここの黒くなってる部分ですね。ここはガクという部分なんですが、この部分も硬いので包丁で切り落とします。はい、こんな感じ。このようにオクラは切ってください。では残りも同じように切っていきます。は
はい、このように全部切りました。オクラはね、ここの表面にチクチクしたね、産毛があるので、こちらを取り除いていきます。オクラに塩をかけます。そしたら手を置いて上下に動かしていきます。これはね、板ずりという作業になります。このようにしてオクラの産毛を取っていきます。網ネットを使う方法などね、いろいろあるので、やりやすい方法でね、こちらをやってみてください。はい、OK です。そしたらオクラは一度水洗いします。はい、このように水洗いしてください。そしてあとはですね、キッチンペーパーでしっかりとね、水気を取っていきます。はい、オクラの準備はこれで OK です。続いてかぼちゃです。かぼちゃはですね、まずスプーンで種とあと綿の部分を取り除いてください。こんな感じでね、スプーンで削ぎ取ってください。はい、かぼちゃはね、このように種を取り除いてください。そしたらこちらのかぼちゃを寝かせて半分に切ります。手を怪我しないようにだけ十分に注意して切ってください。そして大体ね、かぼちゃを5ミリ幅に切っていきます。はい、かぼちゃはこのように切ってください。続いてパプリカです。パプリカはまず半分に切ります。そしてこちらをまた半分に切ります。そしてね、この種の部分とあとは綿の部分ですね、こちらを切り落とします。そしたらね、こちら食べやすい大きさ、だいたい1センチ幅ぐらいに切っていきましょう。はい、こんな感じです。では残りも同じように切っていきます。赤パプリカもね、同じように切ってください。続いて大葉です。大葉はまず茎の部分を揃えて茎を切り落とします。そして手前からくるくる巻きます。こちらをまず半分に切って、そして切り口を揃えてください。あとはね、千切りしていきましょう。はい、大葉はこれで OK です。このように千切りしておいてください。それでは野菜を焼いていきます。まず大さじ1杯の油を入れます。そして火にかける前にナスを並べていきます。ナスからね、焼いていきます。はい、このようにナスを入れました。そしたらね、一度ナスに油をコーティングしてください。そうすることで油の吸いすぎを防ぐことができます。ナス全体にコーティングできたら、まずね、皮の部分を下にしましょう。そうすることでね、焼き色が綺麗になります。はい、このように並べてください。そしたら火にかけます。だいたいね、3分ほど焼いていきます。はい、で今ね、1分ぐらい経ちました。そしたら裏返します。裏返すというかね、パタッと倒すイメージですね。そして全体をね、焼いていきましょう。はい、さらに1分経ちました。そしたらね、まだ焼いてない面を下にします。このようにね、だいたい1分ずつ焼いてみてください。このね、ナスの火の通りは大きさによって変わるので、様子を見ながらね、焼き時間は調整してください。はい、3分経ちました。ナスはこれで OK です。このようにね、皮も変色することなく綺麗に焼けました。焼いたものはこちら漬け込むバットの中に入れていきます。はい、このように並べておいておきましょう。続いてオクラを焼いていきます。オクラも大さじ1ぐらいの油を敷いてください。そして火にかけます。火加減中火です。そしたらオクラを並べていきます。オクラは1分半ぐらいですね、転がしながらね、焼いていきます。はい、1分半経ちました。そしたら火を止めます。ほんのりね、焼き色がつけば OK です。そしたらこちらのバットに並べていきます。はい、オクラはこれで OK です。それでは続いてパプリカを焼いていきます。パプリカも同様に油を敷いて、そして火にかけます。火加減中火でパプリカを入れていきます。一度に入れちゃって OK です。そしてこちらもね、転がしながら軽く焼き色がつくぐらいまで焼いていきます。はい、 OK です。今ね、1分30秒ほど焼きました。こんな感じです。軽くね、焼き色がつくぐらい焼ければ OK です。そしたらね、パプリカもこちらのバットに並べていきます。こんな感じで入れていきましょう。はい、パプリカはこれで OK です。続いて赤パプリカです。こちらもね、先ほどのパプリカと同じように焼いていきます。はい、 OK です。こちらの赤パプリカも軽く焼き色がつくまで焼いてください。そしたらこちらも同じようにバットに入れていきます。
はい、赤パプリカはこれで OK です。続いてズッキーニです。ズッキーニもサラダ油を大さじ1ほど入れてください。そしてズッキーニを入れます。まだね、火にかけてない状態でズッキーニを入れてください。ズッキーニもね、ナスと同様に一度ね、油をコーティングしましょう。そうすることで油の吸いすぎを防ぐことができます。はい、そしたらね、ズッキーニも皮目から焼いていきます。それでは火にかけます。火加減は中火でだいたい2分から3分ほど焼いていきます。ズッキーニはね、皮の部分がちょっと硬めなので、皮から焼いていってください。こちらもナスと同じように1面ずつ焼いていきます。はい、 OK です。火を止めます。ズッキーニはこのぐらいね、軽く焼き色がつくまで焼いてください。ではこちらもバットに入れていきます。はい、ズッキーニはこんな感じです。そして最後、かぼちゃを焼いていきます。かぼちゃもね、サラダ油大さじ1ぐらい入れます。そしてね、かぼちゃは一旦ね、油を広げて、火にかけない状態でかぼちゃも並べていきます。かぼちゃは火が入るのに少し時間がかかるので、まだね、火をかけない状態で並べていきます。並べました。そしたら火にかけます。かぼちゃは火加減弱めの中火で火が通るまでね、焼いていきます。結構薄めに切ってるので、だいたいね、3分ぐらい焼いていただくといいかなと思います。はい、今ね、1分半ぐらい経ったので裏返します。軽くね、焼き色がついたタイミングで裏返してください。はい、それではね、片面も焼いていきます。はい、トータル3分経ちました。このようにね、いい感じに焼き色がついて火が通れば OK です。ではね、かぼちゃも詰めていきます。はい、こんな感じでね、美味しそうに焼き上がってます。それではですね、お野菜がまだ熱いうちに先ほど作っておいた漬け汁を入れていきます。野菜が冷めてしまうと味が染み込みにくいので、必ず熱いうちに入れるようにしてください。では入れていきます。はい、 OK です。上の部分のお野菜がちょっと出てるので、ここにキッチンペーパーを置いて、そして染み込ませます。そしてこのまま30分漬け込みます。はい、30分経ちました。それではキッチンペーパーを外します。わー、美味しそうに仕上がってますね。はい、こんな感じでしっかりと漬け込んであります。それではですね、最後大葉を散らしたいと思います。真ん中にね、散らしていきます。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がりました。はい、これで夏野菜の焼き浸しの完成です。こんな感じに仕上がりました。左からナス、オクラ、パプリカ、ズッキーニ、かぼちゃ、そして最後上に大葉をトッピングしました。これで完成です。こちらね、冷やして召し上がりたい場合は粗熱を取ってから冷蔵庫で冷やして召し上がってください。それでは早速いただきたいと思います。まずナスからいただきます。いただきます。美味しい。しっかり味が染みてて、かつとてもさっぱりしてすごく美味しいです。そしてまた最後にのせた大葉がとてもアクセントになってます。かぼちゃの甘みもすごく引き立ってます。ではオクラもいただきます。オクラもシャキシャキです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の夏野菜の焼き浸しのポイントです。まず野菜なんですけれども、こちらはお好みの野菜で作ってみてください。今回はナス、オクラ、パプリカ、ズッキーニ、そしてかぼちゃ、あとは大葉を乗せました。他にもね、いろんな美味しいお野菜があると思うので、ぜひお好みのお野菜をたっぷり使って作ってみてください。そして野菜の切り方や、あとは下処理についてなんですけれども、まずナスとズッキーニに関しましては、塩をまぶして10分ほど置いて水抜きをしてください。そうすることで野菜のアクを取ることができて、かつ水が出る分味も染み込みやすくなります。ぜひこちらの下処理はやってから焼くようにしてください。今回はね、野菜一つずつね、切り方だったりとか、あとは焼き方もやったんですけれども、こちらの切り方はね、切りやすい方法で切っていただいて大丈夫です。今回ね、焼き浸しということで、ほんと少量の油で焼きました。そうすることで油の節約にもなって、かつとてもさっぱりとした仕上がりにすることができます。ナスとズッキーニに関しましては、最初に油でコーティングして、その後焼くようにしてください。そうすること
ことで油の吸いすぎを防ぐことができます。似たような焼き方の場合は一緒にフライパンの中で焼いていただいても大丈夫です。そして最後ですね、野菜が焼き終わったら野菜が温かいうちに漬けだれをかけるようにしてください。そうすることで味がしっかりと染み込むようになります。漬け込み時間に関しましてはだいたい30分から1時間ほど漬けていただければ大丈夫です。さらにですね、こちら冷やしても召し上がっていただけますので、冷やして食べたい方は粗熱をしっかりとってから冷蔵庫で冷やして召し上がっていただけたらと思います。そして最後にね、今回は大葉をかけたんですけれども、こちらも味のアクセントになってとても美味しいので、ぜひかけて食べてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は夏野菜の焼き浸しを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。